found myself in the dark of the night when I was lost, needed a revive. はい、始まりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はライオンさんに霊気走破の浸透阻止を考えていただきました。はい、組んできました。霊気走破盛り上がってますかね。そう、楽しいカード多いですよね、これ。エンジン始動はいしたことあります？まだしないんですよね、僕。リミテッドとかもしないんで。そうなんですね。はい。なんかレッドラインっていうアニメみたいの、あれをモチーフにしてんのかなと俺は勝手に思ってるんですけど、霊気走破が実際はどうかわからないっていう。そうですね。まあなんかいろんなオマージュが入ってますよね。いろんなオマージュが入ってる。マリカ見て言っちゃいけないのかな。大丈夫とかね。まあいろいろありまして、今回やっていただきます。はい。で今日はガイドライト雲水閣というアーティファクトクリーチャー。青白ですね。青白です。まあカジュアルですか？カジュアルですよ。ゲームステージ入ってます？入ってないです。入ってません。ブランケットはじゃあ入ってなくても組めると。はい。まあちょっとだけ高いカード入ってるんですけど、別になくてもいいんで、お好みで。ブランケットが2か3かっていうのはよくわからないっていうまあわかんないんで。ただカジュアルですということでやらさせていただきます。まず能力を説明させていただきます。2マナパワーがアーティファクトでタフネスが3です。はい。でエンジン始動します。エンジンっていうのは自分のターンでライフが値されて失ったら1速度が上がると。はい。で4になると最高速度だと。はい。で最高速度になるとアーティファクト呪文1つを唱え飛び1マナ払うとコピーになると。はい。なるほど。強くないですか？強くないですかね。まずちょっとどんな構成か分かんないんでよく分かんないんですが、どういう形になるんでしょうか？まず、このデッキのコンセプトをご説明させていただくと、アーティファクト参照。なるほど。でアーティファクトを参照してパワーが上がるタイプのカードを使って勝ちたいっていうのが今回のコンセプトになってます。まあ雲水閣はその能力持ってますからね。持ってますからね。なんで下の能力も強いんですけど、どちらかというとこっちおまけで2つ重視のコンセプトでいきますと。なのでデッキの中はアーティファクトだらけの。それそうですよね。アーティファクトデッキですもんね。っていう感じになりますと。青白って結構アーティファクトのカラーなんですよね。そうなんですよね。青もアーティファクトと相性いいし、白も結構交渉がいたりとかいいんですよ。で今アーティファクト参照でパワーが上がるみたいなことを言ったんですけど、そういうカードがもう青と白にはいっぱいいます。で一番代表格的なところでブルードスターっていうのをご紹介させていただければと思うんですけど、こいつ自身はアーティファクトじゃないんですけど、白はアーティファクトを持ってて10マナ、青の10マナなんで、神話アーティファクトついてるんで実質青2マナです。2マナですね。2マナで飛行で星とパワータフネスはアーティファクト。強い。2マナアーティファクトなんでしょ。強いな。強いじゃないですか。でもう本当にそれ以外にもこれ待ってください。2マナ8確定じゃないですか。そうです。経験が8マナ入ってたら2マナ88飛行。やばいですね。でそれ以外にももう探していただければ結構あるんですよ。であと他に構築物アーティファクトっていうものがあって00のアーティファクトクリーチャーなんですけど、アーティファクト1つにつきプラ1になるっていうウルザが作るやつですよね。そうです。ウルザの構築物トークンのことですよね。でそれを生成するのでいいカードが発掘現場の技師っていうカードがありまして、これ3マナなんですけど、アーティファクト呪文唱えるたび2マナ払うとそいつ出るんですよ。すごい。なんでめっちゃ強い。結構強くないですか？めっちゃ強い。これ欲しいな。だから適当にアーティファクト唱えて2マナ払うと構築物トークン出るんですよ。めっちゃ強い。だからアーティファクトを横並べしたいこのデッキには結構相性いいんじゃないかということで。いいっすね。貴重なアーティファクトじゃないクリーチャーでなるほど入っております。いいですね。であと地味にこの手のカードで千の月の火事場というカードがあります。でこちらは両面のカードになってるんですけど、まず出た時にパワーとタフネスがアーティファクトやクリーチャーでありあなたがコントロールしているものの数に等しい白ノーム兵士アーティファクトクリーチャートークン出します。なるほど。実質構築物。ほぼでもクリーチャーも参照してるんですよね。クリーチャーも参照してめっちゃ強いな。で
戦闘前メインフェーズにアーティファクトやクリーチャーを5個タップすると変身します。変身すると変身すると土地になるんですよ。土地になる。でアーティファクトランドになるんですけど、これで生み出したマナを使ってアーティファクトやクリーチャーの呪文を唱えると、さっきのトークンが出ます。強っ、めっちゃ強い。めっちゃ強いですよね。めっちゃ強い。っていう感じで、こんな感じのカードとかを使いながら、横並べしていくと。であとこれも入りますよねって感じなんですけど、連達飛行機械職人サイ、アーティファクト唱えるたび一時の飛行機械やれると。昔ながらのサイですよね。で2マナでアーティファクト2個サクると1ドロー。なるほど。でも基本並べたいんであんまサクってドローに変換はないかな。なるほどなるほど。基本はもうアーティファクトをいっぱい並べたい。いっぱい並べ生成装置。っていう感じです。でもう神話デッキ系の常なんですけど、手札なくなるんですよ。なるほどなるほど。で手札補充要因として、継続的な手札補充というか、継戦動力として神秘のロトイスの透明金クリスタルスカルの2枚、これトップデックからめくってアーティファクトだったらどんどん出せるよみたいなカードです。両方とも同じような感じのカードなんで、これがあれば、どんどんトップデックからアーティファクト並べられるんじゃないかなということで入れてます。であとアーティファクト使う方はこれ結構おすすめのカードなんですけど、怒りの鍛錬っていうカードがありまして、3マナで上から5枚めくって、アーティファクト好きな数手札。すごいですね。全部手札。そう全部手札。すごいですね。でアーティファクトランドとかもこのデッキは入ってるので、アーティファクトがヒットすればもうその数3マナ5ドローも夢じゃないと。夢じゃない。ワンチャンある。ワンチャンある。すごいな。すごいな。っていう感じの、実際にはねもうちょっとヒット率低かったりすると思うんですけど、普通に3マナ3ドローぐらいはできそうですよね。それ結構強いんじゃないですかね。やるんじゃないかということで結構おすすめのカードなんで、もしよければ使ってみてくださいと。で、今の感じで、アーティファクトはいっぱい横に並びます。でアーティファクトがパワーになる参照するカードも何枚かありますと。でそういうカードを出しました。でガイドライト、2マナ星3ということでめちゃめちゃパワー強いじゃんって感じなんですけど、こいつ回避能力ないんですよ。ないですね、確かに。だからこいつでアタック通しに行こうとするとタフネス3で適当にブロックされると死んじゃうと。出し直せばいいっちゃいいんですけど、でもやっぱ通したいじゃないですか。そうですね。っていうことでこのデッキのフィニッシュプランはフィニッシュプランがある。アンブロ付与です。なるほど。アンブロ付与。アンブロなんだ。なるほどね。飛行とかじゃなくなんだ。飛行は実はもう飛行を持ってる星なるほどいるんですよ。じゃなくてもう飛行がいようがもう関係なしにアンブロつけちゃおうぜというので、一番いいのが多分つむじ風のなるずものじゃないかなと思うんですけど、こちら実は今回の霊気ソファの、エネルギーの方の塗装紙に入ってるんで、もしよかったらでこれ飛行機械が2体出た時に出るんですけど、アーティファクト2個タップするとクリーチャー1体をアンブロ付与。なるほど。1体アンブロ付与でも意外とそのダメージがきついってことなんですね。でもこれアーティファクトを4枚タップすれば確かに2体出てるアーティファクトをタップすればいいのか。確かになんでもうこれはアーティファクトがいっぱい例えば20個並んでたら、でその中にパワーが星のクリーチャーが例えば3体いたら3体アンブロで1体ずつガッといけるから、15点ずつぐらい削れるかもしれないみたいな感じですよね。そんな感じです。そしたら一撃でワンチャン決まれるプランもあるんじゃないかと。もしかしたらガイドライトがパワー21で殴る。確かに夢じゃないかもしれないです。であと他にも街の鍵みたいなアンブロ付与だったり、ソニックドライバーっていうマナファクト兼用のこれアンブロ付与のカードになるんですけど、こういったカードとかが入ってて、最終的にはこのカードとかで星のクリーチャーをアンブロ付与して重い一撃入れたろうぜっていうのが、このデッキのメインコンセプトになっております。何でしたっけ、サイバードライブの起動車、あれとかでもね、ああいうのでもね、魂込めて飛行で全部殴りに行くみたいなのでも決まるかもしれないですよね。ただものによるんですよ。プラス1カウンター乗っけるタイプだったら多分大丈夫だと思うんですけど、パワーとタフネスをいくついくつにするみたいなやつにしちゃうと多分上書かれると思うんですよ。なるほど。っていうところがコンセプトと反しちゃう可能性があるので、今回は基本的にはこいつらで戦う本当にガイドライト以外もいっぱい入れました。とにかくなるほど。自分が見つかるだけ
はい、入れたんで、まあそういったカードで勝っていこうじゃないかという感じになります。で面白カードは2枚ぐらいある。まあ新戦力のご紹介。でまず1個がアモンケットサーキット。これ最高速度だとクリーチャー1体速攻になるんですよ。ああいいっすね。ガイドライトいきなり速攻で殴ってくるみたいな。ワンチャンあるかもしれないですよね。はい、確かに。ことができるかもしれないと思っていいんじゃないかと。速攻の色じゃないですもんね。そうなんですよ。青白は速攻付与ほとんどできなくて、このデッキだと多分スネ当てぐらいしか確かにないんじゃないかなと思うんで。あれブーツですよね。まあブーツ、そうですよね。ブーツ入れてもいいんですけど、ブーツは今回実は入れてなくてそうなんですね。まあ入れてもいいんですけどね、まあそこら辺選択がすごい難しくてどうしようかなと思ったんですけど、まあ今回アーモンケットサーキットみたいな感じになりましたと。であともう一つが順応する万能工具っていうカードになりまして、パワーとタフネスがアーティファクトの分上がる装備品になってます。で、2マナの装備品で、イクイップが3マナになるんですけど、こいつが装備してるクリーチャーアタックすると、上から6枚めくってアーティファクトを1枚手札と。強いですね。なんでパワーがめちゃめちゃ上がりながらアーティファクトを補充できる。ああ強い。無色にかなり革命をもたらしてるかもしれないですね。可能性ありますよこれ。なかなかやっぱこういうカードやっぱ無色だとちょっと少なかったんで。確かにかなり強いですね。なんか知らないけど色ついてるんですよねこういう系のカード。そうですよね。っていうことでまあ今回はがっつり殴りジェネラルみたいな感じで、まあこいついいっすよ。こいつ何がいいって2マナじゃないですか。そうで最初出てくるじゃないですか。でも俺 1,2 回殴れると思うんですよ正直。殴れると思う。これ出てた時点でまずこいつアーティファクトクレイジャーなんで 1,3 じゃないですか。でファクトが1個でも出たら 2,3 じゃないですか。いやまあ結構序盤で4とか5とかにもう足して殴れるターンにはちょっとブロックすの嫌だなってなりますよね。そう結構マナファクトももちろんそれなり入ってるんで、1ターン目2ターン目とかって適当に出した後に3ターン目とかにマナファクトポンポンって置いたら、あれ 4,3 みたいなそうっすよね。なりますよね。2マナ 4,3? 本当にみたいな2マナ 4,3 っすよ。で一応アーティファクトコピーもできるんですよねこれ。そう最終的にはコピーできるんで、その数を増やせるってことですね。パワーがアーティファクトのやつをコピーして最悪でもマナコスが軽いんで殴っちゃって相打ち上等で行ってもすぐ出し直せますよねこいつ。で出し直してアモンケットサーキット走ってみたいな確かにやばいっすよね。結構なんか青白の中では結構なんかカジュアルだったら強めな構成になるんじゃないかなと思いますね。組み方次第では多分最高速度の能力使ってなんかコンボデッキみたいななんかアーティファクトコピーしてなんかできそうかもしれないですね。できるかもしれないんですけど今回はそっちじゃなくてカジュアルにねもう完全に殴りの方に寄せましたので、まあそんな感じでやってきました。霊気走破楽しんでますか皆さん。早くこれで回したいんですよねどっちかっていうと。チャンネル登録高評価ハイプお願いします。お願いします。はいそうなカードをコメントください。お願いします。今回のは以上になります。おしまい。